動画としてご紹介できなかった今日一日のバンタンニュースをお送りするバンタンプチプチニュースです。プチプチをコンパクトにまとめて一日の最後にお送りします。本日11月21日のプチプチニュースのラインアップはこちら。RU種はアジア太平洋地域でトップ視聴率を記録。バックストリートボーイズ、再び BTS を称賛。ジョングクは最高のアーティスト。ジン、BTS 完全復活までのプランを語るリスニングパーティー内容。テテとビング・クロスビーのホワイトクリスマスコラボ、娘がコメント。グクの料理が軍にも広まる。軍同僚にエゴママックスレシピを教える。ジミー・ファロンと楽しいトーク。コールドプレイのギター話に爆笑の連続。J-HOPE 24日ぶりに韓国に帰国。本日の BTS の晩ご飯。おまけ J-HOPE のウィバース配信のタイトルの意味。おまけグクにそっくりなジン。それでは早速行ってみましょう。レッシュゴ。フーヌナ。RU種はアジア太平洋地域でトップ視聴率を記録。ジミンとジョングクの旅行記 RU種はが新たな快挙を達成しました。昨年の公開以来、ファンの心を掴んできたこのコンテンツが、ついにアジア太平洋地域でトップに立つ視聴率を記録したのです。ちょうど去年の10月末頃に日本で撮影されたジミンちゃんとグクのRU種は、チェジュ島編ではテテがスペシャルゲストとして出演し、大きな話題を呼びましたが、この人気コンテンツがアジア太平洋地域で最も多く視聴された芸能コンテンツに輝いたことが発表されました。本日、シンガポールで開催されたディズニーコンテンツショーケースアパック2024。このショーケースでは、2025年以降の劇場公開作品やストリーミング作品のラインアップが公開されるイベントです。午前中にはディズニープラスの韓国及び日本の作品ラインアップが発表され、記者会見も同時に行われました。その中で、ディズニープラスの担当者が、RU種はについて以下のようにコメントしました。韓国の作品がディズニープラスで大きな人気を集めています。BTS のジミンとジョングクの旅行記を描いた作品、RU種はアジア太平洋地域で最も多く視聴された芸能コンテンツになりました。全世界の視聴率が非常に高く、このようなデータは私たちにとって重要な指標となります、と。BTS メンバーが出演するコンテンツが地域を超えて愛されていることを示す嬉しい結果となりました。今回の発表は BTS がエンターテインメント業界において圧倒的な影響力を持つことを改めて証明しました。RU種はが記録を打ち立てた今後の展開にも目が離せませんね。次はどんな作品が生まれるのか期待が高まります。来年は7人全員が一緒にオーロラを見に行く旅行コンテンツを発表してほしいですね。フーヌナ。バックストリートボーイズ、再び BTS を称賛。ジョングクは最高のアーティスト。音楽史に名を刻むアーティスト同士の交流はいつも話題になりますよね。昨日行われたビルボードのパーティーでは、バックストリートボーイズのハウイーさんと AJ さんがレッドカーペットに登場し、なんとグクについて熱く語る場面がありました。その内容を詳しくご紹介します。アメリカの伝説的ボーイズバンドといえば、バックストリートボーイズ。日本でも爆発的な人気を誇った彼らは、史上最も売れたボーイバンドであり、音楽史上で最も成功したグループの一つとも言われています。なんと我らがグクについて話してくれたのです。レッドカーペットに登場したハウイーさんと AJ さんは、インタビュアーに、このコメントに
BTS ファンとしては思わず笑顔になってしまいますよね。あのレジェンドがグクの名前を出してくれたのは本当に嬉しい瞬間です。なお、バックストリートボーイズが BTS を称賛するのはこれが初めてではありません。2018年にはメンバーのニック・カーターさんが自分たちは K-POP グループの大ファンであり、共通の友人であるスティーブ・アオキさんを通じて BTS について多く学んだと明かしていました。BTS が世界中で愛されていることを改めて感じさせるエピソードでした。こうした音楽の絆がこれからも BTS が世界中のファンやアーティストに影響を与え続ける姿を応援していきたいです。ふーぬなジン BTS 完全復活までのプランを語るリスニングパーティー内容。昨日に続き今日もジンさんはステーションヘッドのリスニングパーティーに遊びに来てくれ、アーミーたちにこんな会話を繰り広げてくれました。ランニングワイルドは楽しんでいただけていますか？ちょうど3時間前にランニングワイルドを歌ったばかりですが、こんな風に音源で聞くのも良いですよね。皆さんが楽しんでいただいているのを見てとてもハッピーです。アナザーレベルがプレイされていますね。実は昨日4時間もゲームをプレイしてラスボスをやっつけたんです。ゲーム中もこの曲のことを考えていました。今ニューヨークにいます。時間は夜の9時10分くらいかな。あと数日したら韓国に戻るので、ここの時差に慣れてしまったら大変なことになっちゃいます。皆さんのコメントを見ていると、即人、疲れているというコメントがありますね。もちろん疲れていますよ。だってスーパースターだもん。そういうもんだよ。さて、次は何をしようかな。メンバーたちが帰ってくるまでに何かをしなくちゃいけませんよね。もちろん J-HOPE も何かをする予定。でも僕もやらなくてはいけません。僕に何をしてほしいのか教えてください。コンサートですか？コンサートをやるには十分な曲数がないので難しいんですよね。今から曲を用意するとなると、そのうちメンバーたちが帰ってきちゃうので、何か別のことを考えないとですね。とにかくたくさん僕の曲を聴いてくださりありがとうございます。かわいい即人という言葉でコメント欄を埋め尽くしてくれてありがとう。今から仕事に行ってくるね。バイバイ。このリスパの後にWeverseで配信をつけてくれたジンさん。ちょっと時間が空いたらすぐにアーミーに会いに来てくれるワールドワイドやサオですね。ふーぬな。テテとビング・クロスビーのホワイトクリスマスコラボ、娘がコメント。12月6日に発売されるテテとビング・クロスビーさんとのコラボ曲、ホワイトクリスマス。もう楽しみで仕方ないですよね。本日、ビング・クロスビーさんの娘がこのようなコメントを発表しました。メリー・クロスビーです。私の父、ビング・クロスビーのホワイトクリスマスが BTS の V さんをフィーチャリングして発表されることになり、とても光栄です。この新しいバージョンのホワイトクリスマスは本当にスペシャルで、早くアーミーの皆さんに聴いていただきたいです、と。テテとビング・クロスビーさんのコラボレーション、そして新たなホワイトクリスマスがどんな仕上がりになるのか、今からとても楽しみですね。この特別なバージョンがどのようにアーミーの心をつかむのか、12月6日を待ち遠しく感じる日々が続きますね。ふーぬな。グクの料理が軍にも広まる。軍同僚にエゴママッククスレシピを教える。グクといえばお料理上手で有名ですよね。特にグクの自慢の料理といえばエゴマ油のマッククス。なんとグクはそのとびっきりのレシピを軍でも同僚たちに教えてあげたようです。
グクと同じ部隊に入隊していた軍人さんの彼氏を持つ彼女が SNS を通じてこのように教えてくれました。彼氏が軍隊でチョンジョングクに直接学んだエゴマ油入り混ぜそば、とっても美味しく平らげました、と。わあ。グクからレシピを教わった彼氏さんも羨ましいですし、グクのレシピ通りに作られたマッククスを食べた彼女さんも羨ましいですね。グクの料理の腕前がまた一つ注目を集め、アーミーたちに驚きと羨望を与えました。グクのレシピが軍でも伝わり、仲間たちにもその魅力をシェアしているのは、ファンとしても嬉しいことですね。今後、グクが教えてくれる新たなレシピにも期待が高まります。フーヌナ。ジミー・ファロンと楽しいトーク、コールドプレイのギター話に爆笑の連続。本日、アメリカの人気トークショー番組、雑ナイトショーをスターリングジミー・ファロンに出演したジンさん。ジミーさんと楽しく会話を交わし、アメリカで初めてランニングワイルドのステージを披露しました。ジンさんとジミーさんはパリオリンピックの聖火リレーランナーに立った逸話やスーパーツナの振り付けを教えたりと、2人の楽しいやりとりが見られました。特に注目を浴びたのが、ジンさんがコールドプレイのクリスさんからもらったギターの話。どんな経緯でギターをもらったのか、ジミーさんが聞くと、ジンさんはこのように答えていました。クリスさんがツアーで使っているギターを持っていたんです。冗談で、そのギターをくださいと言ったら、もちろんと言って、僕にプレゼントしてくれたんです。とても嬉しかったですし、あのギターは家宝になっています。するとジミーさんは、こんな風に返していました。そんな簡単にもらえたの？じゃあ、僕は。RM さん、僕はあなたのサックスが欲しいです、と。ジンさんは、ジミーさんに、韓国に戻ったら RM に聞いてみるね、と話していました。トーク後は、ランニングワイルドを披露し、スタジオは大盛り上がりでした。ジンさんの軽快なトークとランニングワイルドのパフォーマンスがアメリカのステージでも大成功を収めましたね。ジミーさんとの楽しいやりとりがファンにとっても心温まる瞬間となったことでしょう。今後、ジンさんがどんな形でアメリカのメディアに登場するのか、ますます楽しみですね。ちなみに、パフォーマンス時にジンさんが着用していたこちらの緑色の衣装。てっきり特注の衣装かと思いきや、なんとグッチの2025春夏コレクションの新作でした。さすが、アンバサダー。フーヌナ。J-HOPE、24日ぶりに韓国に帰国。本日の夕方5時過ぎに、ホビさんが24日ぶりに韓国に帰国しました。お帰りなさいませ。昨日のウィバース配信で、ホビさんはロサンゼルスでの時間はとても楽しく、たくさんインスピレーションを受け、本当に来てよかったと語ってくれていましたよね。空港内を歩くホビさんの表情はとても元気そうで、マスクをしていても笑顔であることがわかるくらいでした。韓国メディアはホビさんの帰国をこのような見出しで紹介していました。いつも愉快なホソクさん。空港利用客も思わず足を止める登場。愛がたくさん詰まった J-HOPE の笑顔。ロサンゼルスで吸収したものをどのように、そしてどんな作品に生かすのか、今からワクワクしますね。ちなみに、ホビさん。ロサンゼルスに出発する際には、久々の飛行機に緊張します、とはなし、記者は、飛行機では、靴を脱ぐんですよ、と冗談を交わしていましたが、今日帰国した際、記者は、靴、脱ぎましたかと聞き、ホビさんは、はい。脱ぎましたよ、と答えていました。ホビさん、お帰りなさい。フーヌナ。本日の BTS の晩ご飯。
それでは本日も BTS の晩ご飯を見ていきましょう。まずは同じメニューのナムさんとテテから。2人の晩ご飯はジャージャーライス、海鮮ちゃんぽんスープ、目玉焼き、ごま団子、白菜キムチで合計1362キロカロリーでした。続いて第5師団のジミンちゃん、グクの晩ご飯は白いご飯、じゃがいもすいとんスープ、スンデイリコピちゃん炒め、スンドゥブ卵蒸し、白菜キムチ、チョコミルクで合計1333キロカロリーでした。そしてシュガさん、ホビさんが帰国しました。除隊してからすぐにロサンゼルスに行ってしまったホビさんだったので、ここからはゆっくりホビさんと一緒にご飯を食べられる時間があるかもしれませんよね。2人が楽しいひとときを過ごせますように。ふうぬな。おまけ J-HOPE のウィバース配信のタイトルの意味。昨日ロサンゼルスでの最後の夜をアーミーと一緒に過ごしてくれたホビさん。配信のタイトルはまさかあなたは私の愛を受け入れてくれないのかというものでした。実はこのタイトルはベテラン歌手のチョー・ヨンピルさんが歌った名曲モナリザの歌詞の一部です。この曲は昨年から今年にかけて放送された韓国ドラマサムダルリへようこそでも使用されていました。ドラマ好きなホビさんですから、きっとサムダルリへようこそを見て配信タイトルを決めたのでしょうね。ふうぬな。おまけグクにそっくりなジン。今日ジミー・ファロンショーに出演したジンさんでしたが、今あるワンシーンが話題となっているのです。それがこちらです。本編ではなく予告編に出演したジンさんなのですが、こちらグクにそっくりじゃないですか？海外アーミーさんたちからも JK かと思ってびっくりした。やっぱりずっと一緒にいると似てくるのかな。兄弟だしといった声が上がっていました。本当にそっくり。以上が11月21日のプチプチニュースでした。12月15日は12時間忘年会生配信番組フスタ2024が開催されます。ジンさんのソロ曲ハート・オン・ザ・ウィンドウの作詞作曲を手掛けたショレルさんとの独占インタビュー、今年1年の BTS を振り返りつつ皆様との電話コーナーなど内容が盛りだくさんです。その他にも明石家サンタならぬふうぬなサンタ、新婚さんいらっしゃいならぬ新規さんいらっしゃいといったコーナーなども用意しております。詳しくは概要欄をチェックしてください。また皆様からのお便りをご紹介させていただきます。今回のお題はどんな BTS の1年でしたかです。皆様の BTS な1年を200文字以内でお送りください。送り先はふうぬなの X の DM です。お題の締め切りは12月14日土曜日のお昼12時までです。最後までご視聴いただきありがとうございます。ふうぬなチャンネルでは BTS の情報を毎日発信しています。よろしければグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。